今回はですね、ちょうど季節も暖かくなってきましたんで、水ぬるむ季節を意識して描いてみたいと思います。ポイントは動きのある水の表現と山麓に漂う春霞の静と動を描き分けてみたいと思います。頑張りましょう。まず画面の3分の1のところに地平線の位置を決めて当たりをつけます。立ち木の幹、枝っぷりを描いていきましょう。間隔を不均等にして、塊を意識して立ち木の幹を描いていきます。需要をつけていきますが、まだ春というイメージからあまり濃くならないように配慮します。左近景も同じようにですね、立ち木、それから地葉をつけていきます。
岩が突き出ている部分をアクセントに描いていきますが、この場合も大中小のイメージ、それから不等辺三角形等を意識して岩をつけていきます。彫木は肩ぼかしですね。肩ぼかしで、あまりきつくならんようにいきます。刷毛の使い方、水平に動かしながら流れの縁を描きます。同じように対岸の縁を刷毛の刃先を使っていきましょう。円形の情景には水で湿らせてから円形を描いていきます。円形の森を描き加えます。紙面を濡らしてから流れの表現をしていきましょう。春霞で優しい光が差し込んでいる情景を描いていきます。彫木は淡墨を含ませて斜めに鉛筆することによって光が差し込んでいる表現になると思います。
淡墨地上げですね。鼓を使って全体の調子を見ながら淡墨地上げをしてまとめていきます。はい、完成です。はい、今回はだいぶ陽気が暖かくなってきて、水ぬるむ様子を描いてみました。春先という感じですよね。まず、構図取りですけれど、このラインを3分の1ですね。3分の1のラインに設定しました。そして、中径の木立の表現ですけれど、まだ新緑ということであまり強く描かないように軽い濃淡のイメージで描いております。この中径の皮の縁ですけれど、これは刷毛をですね揃えまして、そして刷毛の刃先を使ってですね描いてみました。で対岸の方は少し薄めにですね描いて、手前の方に皮幅がだんだん広くなるようにイメージして刷毛でこの当たりをつけました。最初にこの主になる部分の木立を描いてますけれど、枝っぷりですね、幹と枝っぷりを軽く描いてから軽い濃淡で葉っぱをつけております。この時もですね、少しいくつかの塊を意識して描くと格好がつくと思いますので、やってみてください。そして近景ですね、近景の岸の部分です。こちらもあまり強い表現でなく、なんとなく雑木の優しい表現という形でつけています。対岸ですね。ここは距離感も必要ですので、少し紙を濡らす水筆でですね、当たりをつけておいて、乾かないうちに墨を入れてます。ですから少しにじみ加減の表現になって奥行き感、手前の情景とはかなり距離感が出たと思いますね。その後、川の中に岩がちょっと見えてるポイントとしていくつかつけてます。こんな時の配慮としてですね、不等辺三角形的なイメージで点的なイメージを描いていただくといいと思います。それから紙全体を濡らしますね。濡らしまして、この川の流れです。あまり強くならないように描いてみましょう。それから円形の樹木、そして最後にこの春の陽光が差し込んでいるイメージを意識しまして、少し光が感じられるような風景にしてみました。本来よくこういうところでにかわなどを使うんですけれど、今回はにかわを使わなくとも紙を濡らすことによって表現が可能になります。で、最後には淡墨地上げというイメージで少し絵をまとめるということを含めてですね、淡墨でまとめてみました。皆さん頑張ってやってみてください。